こんにちは、ゆうこです。今回はちょっといつもと違う感じでお届けをしようと思っていて、お話をちょっとしながらね、お話をしながらというかお話をしようかなとお話をしようかなと思ってます。で、何を話そうかというと、ちょっと待って。何を話すかというと、今日は日本一周、私リゾートバイトしながら今日本一周してるんですけど、沖縄本島からスタートしたんですよね。で、これまでも Vlog の方で沖縄本島のところとか、最近は屋久島とかね、種子島とかも上げてたんですけど、沖縄本島でどんな感じだったのかっていうところとか、リゾートバイトのお給料がいくらだったのかと、旅費にどれぐらいかかったのかとか、沖縄本島でどの辺りを回ったのかっていうのを、その Vlog でも出してはいるけど、全体でねまとめてお話をしておこうかなと思って動画にしております。で、結構やっぱりその日本一周のことで何が気になりますかっていうのをインスタのアンケートで募集をしてたんですけど、その時に聞かれたのがやっぱりいくらぐらい費用ってかかりますかとか、そういうところだったんですよね。で、私の場合はやっぱりそのリゾートバイトをしながらやっているっていう、なんかちょっと特殊なっていうか、だから貯金をしてこれからよし日本一周するぞみたいな感じではなかったんですよ。なので日本一周しようかなと思った2ヶ月後には私はもうスタートしていたし、でリゾートバイトのお金でやっているから、リゾートバイトの給料が入ってくるので、別に何か貯金を切り崩して別に旅行してるわけでもないしっていうところがまず前提としてあります。で、リゾートバイトってなんか私の中では、私今40歳なんですけど、私の中ではやっぱり20代前半とかの若い人たちがなんかワイワイしながらスキー場で働くみたいなイメージがあったんですよ、リゾートバイトに。で、なんかやっぱりそんな30代40代とかでリゾートバイトしてる人ってあんまりいないだろうなと思っていたんですよ。ただその私がその旅をしようと思った中で、国内で旅するってなったら、なんかやっぱりそのホテル代がすごいネックだなって。なんか海外旅行の時は私東南アジアとかがすごい好きだから、インドネシアとかタイとかベトナムとかね、あの辺だったんですけど、やっぱ1泊2、3000円で全然普通に個室に泊まれるし、でそういう感じのところに泊まってたんですよ。ただ日本ってなると、そんな金額じゃやっぱり泊まれないし、毎日そんな8000円とかね、1万円とか1泊払ってたら、それだけで30万円とかになっちゃうからなんかいい方法がないかなと思ってリゾートバイトを始めたんですよ。他にもね、そのいろいろ理由はあるから、リゾートバイトのことはもうちょっと詳しくはリゾートバイトのことだけで別で動画にしようかなと思っているんですけど、今回はそのリゾートバイトのお給料がいくらだったのかっていうところでまず本題に入っていきたいと思います。リゾートバイトは本当にピンキリで、給料って。で、私は沖縄本島でやっていたから、沖縄本島のリゾートバイトって給料が低いで有名なんですよ。給料が低いけどやっぱり沖縄の海が綺麗だから遊びに行きたい、海に入りたいっていう人が働きに来るのが沖縄本島だって言われていて、で私も最初そのつもりだったから、別にそんなに稼げなくてもいいかなっていう感じでいたんですね。で、私が働いていたところっていうのは5つ星ホテルの中にあるレストランだったので、他の沖縄本島のリゾートバイトに比べるとすごい給料が、すごいって言ってもちょっとだけ良かったなっては思ってます。で、いくらだったかっていうと、一番夏の繁忙期の時期で手取りが21万5000円とか、そういう感じです。なので普通の社会人ぐらいって感じなのかなって感じです。ただ私タイミーも働いていて、タイミーで働いてた人と仲良くなってね、ちょっと喋ってたんですけど、タイミーで働いてたそこのホテルはリゾートバイトで月13、4万しかもらえないって言われていたんですよ、その方は。だから本当にピンキリだなって、月13万じゃちょっとなーってなんかやっぱり思っちゃうから、月21万円は良かったかなと思ってます。ちなみにその21万円っていうのは手取りで21万5千円で、社会保険も入ってるんですよ、リゾートバイトって。リゾートバイトってバイトっていう名前がついてるけど、
こういう派遣なんですよね。なので社会保険にも入れて、社会保険とかそういう雇用保険とかそういうのので、5万円ぐらい控除されてるんですよ。その5万円ぐらい引かれるので、総支給額は26万円ぐらいでそれが引かれて21万円ぐらいになってますっていう感じでした。で、私が働いてたところは寮だったんですけど、沖縄はもうやっぱり条件が良くなくても来る人が多いっていうことで、リゾートバイトって家賃無料とか食費無料とかっていうのをよく聞くと思うんですけど、沖縄はそういうところがちょっと少ないっぽいんですよ。なぜかっていうと、行きたい人が多すぎて、条件が多少悪くてもみんな来るから。私が働いていたところは家賃が2万円手出しだったんですよ。で、2万円で本当に普通の1K のマンションに住んでたので、2万円で沖縄に住めるならいいよなって、さっき言ってたみたいな30万円を払わなくていいんだったら、すごいいいよなと思って、私は全然 OK だったんですよね。で、それと別に光熱費が別で、1万円ぐらい、ガス、電気、水道が月1万円ぐらい全部込みというか合わせて払っていたんですよ。で、さっきのね、その手取り21万円5千円のところで、家賃2万円がすでに引かれて21万もらってるんですよね。なので、そのあたりもかなり、ね、普通の社会人だとやっぱりその21万5千円もらった後に家賃ね5、6万とか引かれるのが普通なので、やっぱりその面ではリゾートバイトってすごく生活費がかからないなって思ってます。一応私が、去年2024年の6月中旬から10月末まで働いたんですけど、その時の給料がいくらだったのかっていうのをここに出したいと思います。で、私はタイミーでも別のホテルに働きに行っていて、この時はねもうちょっといっぱい稼ごうと思ってね、リゾートバイトとタイミーを掛け持ちするっていうことをやってたんですよ。これは、法律上は OK で掛け持ち OK です。ただ私は内緒にしていたというか、あんまり言わないようにしてました。やっぱりね、何か例えば体調不良で休んだりとかした時にこっちに行ってたからじゃないかみたいなことにやっぱりなっちゃうと思うから、こんなに顔を出してっていうのもあれなんですけどそんな感じでした。で、タイミーはすごい働いた時は月6万とか7万とかもらっているので、車をもう買おうと思ってお金を貯めていたので、最初の月はね、結構最初の月というか最初の何ヶ月かはかなり働いてました。それで、それで、6ヶ月間7、8、5ヶ月間か、そう4ヶ月半って言ってたねさっきそう5ヶ月半4ヶ月半で、全部で120万ぐらい、稼いだっていう形になってます。旅費のお話をしていきたいんですけど、沖縄本島で日本一周してて、私がやってたことってスキンダイビングとか離島巡りっていうのをメインでやっていたんですよね。なのでそんなになんて言うんだろうな、ホテル代がかかってないっていうところで、やっぱり旅費ってすごくかかってないです。で、旅費もまとめたんですけど、6月でこんな1万5千円で、7月で2万3千円とかでしょ。で、もちろんそのリゾートバイトをしているしながらだから、週に1回とかしか結局旅行って行ってないんですよね。なので普通の日本一周だったら毎日どっかに行ってとかってしてる人もいると思うんですけど、私の場合は休みの時に観光するみたいなね感じで、スキンダイビングに行くとか離島に行くとか、そういう感じでやってました。で、そんな感じなのでホテル代がかかってないから、離島に行くのにフェリーのお金と、その離島で宿泊するときはそこのホテル代はかかっていたけど、だから1泊とかなんですよ、私その観光でホテルに泊まるっていうのが。で、基本的にはその寮に住んでいたから、寮はその2万円月2万円しか払ってないし、どっかに行くってなったとしても1回お家に帰ってまた次の日出かけるみたいな感じでね、行くこともできたから、その辺はやっぱりリゾートバイトしながらの日本一周って結構いいなと思ってます。デメリットとしてはその時間に拘束されちゃうから旅行メインにはできないっていうのはやっぱりデメリットではあるんですけど、私はあんまりねそういう観光を毎日したいっていうタイプではないので、もともとなの
で、私にはすごい合ってる方法かなと思っております。でこの9月がねすごい13万とかかかってるんですけど、これはキャンプ用品爆買いしたあれですよね。動画を見てくださってる方は知ってると思うんですけど、キャンプ用品を爆買いしたから、この月はこんだけかかっているんですけど、そんなにその旅行費用っていうのはかかってはないかなって感じです。特にその旅行費用って言っても、私ご飯食べるのもすごい好きだから、沖縄そばを食べに行ったりとか、タコスのねメキシカンタコス、トルティーヤの生地がちゃんと柔らかいやつ、沖縄のタコスじゃないタコスが私は好きなんですけど、そういうのを食べに行ったりとか、あとスキンダイビングのガイドのお金を払ったりとか、そういうところに使うって感じだったので、旅費はなのであんまりかかってない感じになっております。参考にならないよねこれね大丈夫かな。であとはこのすでにね YouTube 見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、9月に私は車を買いまして、リゾートバイトとタイミーで貯めたお金で現金一括購入で26万円の車を購入しました。それが軽バンなんですけど、黒縁号という名前をつけてもう愛車として乗り回ってます。もう半年、9月2024年の9月に買ったから10、11、12、1、2、3で今3月なんですけど、もう半年経ちました。1回も故障まだしてないです。こんだけ安く買ったのに、6ヶ月経って全然故障してなくて、1回オイル交換をしました。あとは全然もう普通に乗れてますっていう感じで、車が26万円で購入したのと、あと ETC の取り付け ETC がついてなかったので ETC の取り付けで6000円ぐらいで取り付けしてもらったのと、あとは任意保険に入ったんですけど、任意保険が、年間で2万4000円っていう感じです。で、任意保険は金額を抑えたかったのでネットの、保険会社に入ったんですけど、今回はチューリッヒだったかな。結構私いろんな会社使うんですけど、私そうだから等級をね、私車をずっと持ってるわけじゃないから、そんなに等級のことを気にしてないので、その時その時で安いものに入ってるっていう感じで、今回はチューリッヒだったんですけど、なんかやっぱネット割引みたいのがあったりとかするし、あとは私本人限定にしているんですよ。他の人に車乗せるっていうことはあんまりないので、本人限定の保険にしているので、それだけ抑えて年間で2万4000円を一括で最初にその1年分払うっていう感じでやりました。車にかかったのはそれぐらいで、あとガソリン代はね、そんなに言ってもやっぱり週1回とかしか遠出しなかったので、1回のガソリンで3、4千円入れるみたいな感じかな、って感じでやってましたので、10月例えば9月末に車買ってガソリン満タンに入れてくれてた状態で購入できたんですよ。なので9月はもうガソリン入れてないし、10月で、1万3000円分ぐらい入れてるって感じで、ガソリン代は、これ去年のねガソリン年末に値上がりした前の話なのであれなんですけど、沖縄はねガソリン代は、私がいた時170円とか178円ぐらい高くてぐらいって感じでした。沖縄はそれぐらいだったんですけど、その後私鹿児島種子島とかに行ったりしたんですけど、与論とか奄美、与論はガソリン入れてないけど奄美とかも高かったし、やっぱり種子島とかねリッター200円超えてました。204円とかだったんですよ。もうそれはね離島価格で仕方ないなって感じではあったんですけど、で今この九州の本土にいるんですけど、やっぱ170円台なんですよね。だからもう全然やっぱ離島価格違うなって。で沖縄はだから、離島っていうか、島だけど全然そこまで高くなかったんだなって今思うと思います。あと沖縄でどこの離島に行ったかなんですけど、沖縄本島から車で行ける離島にしか行ってません今回は。で沖縄本島以外の例えばなんか石垣島とか宮古島とかああいうところには今回も全く行かなかったので、沖縄本島から車か、フェリーで行けるところだけに行きました。で今回行った離島がこれだけあるんですけど、小売島が7月に行ったんですよね。で伊平屋島、揚名宿島、大島、浜比嘉島、屋我地島っていう感じで行ったんですけど、
まず小売島は車で行ける小売大橋っていう橋が通っているので車で行けるんですよ。で私は恩納村っていう沖縄の本部の近くにある恩納村っていう町、村で、恩納村は結構広いんですけど、本部寄りの方の場所に住んでいて、で寮に入っていたんですけど、でそこから小売島はね結構近く行けるんですよね。で最初車買う前までは沖縄在住のお友達がいるので友達に迎えに来てもらって行くっていう感じだったんですけど、7月にねまず小売島に行きました。で8月に入ったら、私がずっと行きたかった島があるんですけど、伊平屋島っていう島に行ったんですよね。Vlog でも出したんですけど、伊平屋島はもう本当に海が綺麗っていう場所だったんですけど、ちょうど台風が直撃した翌日だったのかな。結構ね海はもう荒れてはなかったんですけど、本調子じゃないんだろうなっていう海の状態だったんですよ。外から見たら綺麗みたいな、上から見たら綺麗な色は見れたんですけど、泳いでみたらあんまり中はちょっとまだ濁ってたなっていう感じだったんですよ。それでもやっぱり海はすごい綺麗だったから、これはちょっとまたリベンジしたいなっていう島なんですけど、小売島の後伊平屋島に行って、で8月は離島はそこだけしか行かなかったんですよ。で6、7、8月はかなりタイミーでも働いてたから、結構休みの日ももう全部働くぐらいの勢いで働いてたんですよね。で9月に行ったのが上宿島っていう座間味島は皆さん知ってると思うんですけど、座間味から渡し船で行ける離島が3つあるんですよ。上宿島と賀比島と安室島っていう島が3つあるんですけど、そのうちの1つの上宿島っていうところに行ったんですよ。ここがもう本当に綺麗で、ここ座間味島のフェリー着いてから渡し船1500円で往復してくれるんですよ。でそこはねもう私日帰りで行って、日帰りって全然楽しめないかなと思ったんですけど、その無人島を楽しむっていう目的だけで行くんだったら日帰りでも全然3時間ぐらいそこの島に入れたからすごい良かったなと思っていて、座間味のね島はちょっと回れなかったので、やっぱり宿泊してね座間味には泊まりたいなって思ったんですけど、あとは他のその無人島安室島とかもね行ってみたいなってまた思ってます。で大島っていうのは大島は、車で行ける橋が通ってるところで、沖縄の南部の方の空港からもっと下に下っていったところの、ちっちゃい島なんですけど、そこは天ぷら屋さんが有名で、もう本当に車で島一周できるぐらいのところなんですけど、そこは私沖縄で TOEIC の試験を受けたんですけど、その日友達を私がねでもね喋りが下手すぎてまとまってないで飛んじゃうんですよ、私話が。ちょっと許してくださいそれは。TOEIC を受けに行ったんですけど、その時までに車が欲しかったんですよ。なので TOEIC を受ける前日が2日前ぐらいに車が届いて、で TOEIC の日に私は自分の黒縁号で TOEIC の試験受けに行ったんですよね。で午前中の試験受けに行ったから友達に近くのところまで来てもらって、で友達を迎えに行って、で、その辺のね下にある場所に行ってなんだっけ海ぶどうのところ、海ぶどう沖縄そばのお店に行って海ぶどうソフトクリーム食べて、でその後大島に行ったんですよね。そうで、そこの大島も行ったでしょ。で10月になったらまたその沖縄在住のお友達と私の車で浜比嘉島っていうところにデイキャンプに行ったんですよ。で10月だったけどもう激アツでその時の Vlog も残してるんですけど、忘れ物をいっぱいしたデイキャンプをして、でその後ちゃんとキャンプデビューということで屋我地島っていう小売島に行く前の手前にある島なんですけど、そこの屋我地島でキャンプをしました。でこの時のキャンプは
もう急に土砂降りになっちゃって、で風も強くて、やっぱり海の目の前だから風も強くて、でテントは立てれなかったっていうね、思い出のキャンプデビューだったんですけど、そんな感じで離島に行きました。そうで、やっぱりリゾートバイトしながらになるから、毎日どっかに行くっていうことは全然もちろんできないし、そのつもりもなかったんですけど、で観光って言ってもね、あんまり私そういうなんか観光ってあんまり私好きじゃないっていうか海とどっか行くって感じなんですよね、いつも。なので、それはそれで良かったなって思ってます。はい、っていうのが今回のお話になります。はい、なので、リゾートバイトは、毎月20万円ぐらい沖縄でもらっていたのと、タイミーで5万円ちょっとぐらい働いていたのと、で、旅費はこんな感じであんまり使わなかったっていうのが、そのホテル代がかからないから、安く抑えれたのかなっていう感じです。リゾートバイトって本当になんかその20代の方がやるものだと思っていたけど、今の年でも全然なんか楽しくできるなっていうのをすごく感じていて、で私のお友達とかはやっぱり子供がいる方も結構多いんですけど、子供の子育てが終わったタイミングでやりたいなっていう方が結構いらっしゃったんですよね。だからそういうなんかこう可能性もあるなみたいなね、なんかそういうことも思ったし、なんか場所を移動して好きな場所で働けるし、なんか日本国内だったらこの働き方もありかなっていうのをすごい感じてます。なので、もしリゾートバイトに興味があったらね、調べてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、私リゾートバイトの本とかも書いてるので、気になる方は概要欄のリンクから見ておいてください。はい、ということで今回は沖縄本島の日本一周の費用とかね、そういうところのお話をしました。費用に関しては私いつもVlog ではこれがいくらだったとかね、今回使ったお金とかってこの右上の方にピッピッピッって出してるから、それをね見ていただけたらいいなと思っております。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価もよろしくお願いします。それではありがとうございます。